ルギーとか祝福をお伝えする。じゃあ、獅子舞をやりますか。どうも皆さんこんにちは。津軽三味線指導山講談でございます。本日は新座市無形文化財、武州里神楽、石山社中、十世宗家家元、石山博正さんのお稽古場に来ております。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。そもそも神楽とはどういった芸能なんでしょうか？はい。神楽というのはですね、神事でもあり、芸能でもあるわけですが、神様に、この、お囃子とか舞とかを見て聞いていただいて楽しんでいただく。神を楽しませるで、神楽と書きますが、一方で、その神様を背にして、それをご覧になっている人々に、神様のエネルギーとか祝福をお伝えするという芸能ですね。格も高いですし、お値段も高いんですが。楽器はどのような種類があるんでしょうか？はい。まずこちら。神楽の独特のね、楽器で、こうやって横に打つ、これ大拍子という楽器ですね。です。そして、こちらが、大太鼓ですね。大太鼓といっても、この程度の大きさです。はい。これ稽古用の大太鼓ですがね。はい。それから、こちらは、締め太鼓。一般には僕らはもう太鼓と言ってしまいますが、太鼓ですね。こちらは、祭り囃子とか、獅子舞で使います。神楽で使うのは、大拍子と大太鼓と、後ほどこの笛をご紹介しますが、この笛ですね。祭り囃子では、獅子舞で太鼓を使います。そして、獅子舞で使う、これ、獅子舞だけで使います。お稽道という。お稽道太鼓じゃなくてお稽道なんですね。そうです。違うんですね。これは、おけになっていて、非常に軽いんですね。これ担いで、獅子舞で角付けと言いましてね、歩きながら、チンドン屋さんみたいにできるように軽い仕立てになっているんですね。それから、これが、当たり金。これ、ちっちゃんちゃちゃちき、ちちゃちゃんちゃちゃちきってこれ言ったんですけどね。はい。これ、もともとはですね、すり金って言ってました。なんかこうやって、ここのところね、すっちゃったりするんで、すり金。すり金っていうのは縁起が悪いんで、当たり金っていうようになったんですね。スルメを当たり目って言ったりしますよね。縁起を担いで。それと同じですね。笛の方でございますけども、日の笛と、はい。日の笛と農館ですね。はい。はい。こちらがシノブですね。一番馴染みがあるかなと思うんですね。ピーヒャラピーヒャラみたいな感じですが、こんな感じですね。はい。こちらは、いわゆる古典調の笛ということですね。そうですね。今のは古典調ですね。そしてこちらは、同じピッチの調子ですけど、これ歌笛と言いますね。ちょっとこの穴の大きさが違っておりまして、弦楽器に合わせたり、現代曲を吹いたりするときに、音階がこちらの方がより正確ということで、例えば、こんな感じですね。はい。では、音の高さは、どんなものなんでしょうか？音の高さはですね、非常にたくさんありまして、3本から10本ぐらいまでね、ここに数字が入っているんですけど、3本っていうと非常に太くて長い、音が低いんですけど、だんだん10本ぐらいになっていくと、鉛筆みたいにね、だんだん細く短くなっていきますね。当然音が高く
なっていきますが、それだけの笛の種類を必要とするのは、歌笛の方で、弦楽器とかね、そういうものに合わせる場合ですが、神楽の場合は1本、そうですね、6本上司ぐらいを持っていれば、それで一生済んじゃうと言いますかね。もう当然ね、もう一本笛別の持ってたいなとかね、そういう風になればまた話は別ですけれども、どの、編成の時でも、この忍笛一本で、できます。というのは他に弦楽器とかね、ピッチのある楽器がありませんので、この忍笛一本で済んでしまうということですね。はい。はい。そして、能管の方が格が高いというかですね。そうですね。格も高いですよ。お値段も高いんですが、はい。これ何を巻いてあるんですか？これはね、カバのですね。あと、塔で巻いてるとかね。革ですね、やはりね。この結構、手間がかかっていて、ここに、鉛が入っていまして、ここですね。ここに鉛が入っていて。これちょっと笛漏というので、この鉛が落ちてくるのを、防いでいて、で、この笛漏というのが滑らかになっていると、音も滑らかに出る。結構メンテナンスするんですね。吹いてる間にこの、笛の壁から漏が剥離したりするので、笛漏のコテがあってですね、ジューってやって溶かしてこうやってですね。ここにセミオレというのがあったりとかって、非常に複雑になっております。で、ここに内径が狭まっていて、もう一つ笛が入っております。笛が入ってる。管なんて言ったら喉とか言ったりしますけど、それによって音が、ドレミファソラシドが吹けないんですね。音がずれてるんです。その代わり、効果音のような働きをして、鋭い音が出せたり、凄みのある音を出したりとかですね。忍笛はメロディーを吹くのに対して、能管の場合は、効果音とか迫力を出すとか、その神々しさを出すとか、そういった役割を持っておりまして、どちらかというと、神楽では、この能管の方が吹いている時間が長いですね。というのは神様に合わせて、曲ができておりますので、神様の位の高さとか、神々しさ、それから迫力とか、そういったものに、こちらが合うということですね。はい。で、ちょっと、やってみましょうか。はい。はい。お願いいたします。はい。耳をつんざくという、ね。はい、そうですね。まさにつんざく。日本文化をお伝えする獅子堂です。動画説明欄をチェックしてね。今で言うとストリートライブですけれども、本来は全く違う芸能で。そしてこの、太鼓の方ですけど、本来は、お太鼓と大拍子だけだったという。そうですね。はい。もともとは祭り囃子とか、姉妹の方がやっていたということですかね。神楽をやって伝承している人たちを神楽師と言うんですね。はい、神楽師。もともとは神主さんがやっていることが多かったんですね。うちももともとは神主の家なんですが、そうしますと、袴を履いて、名字帯と許されている人たちがやっていたんですよ、神楽は。この祭り囃子は、どちらかというと、いいとこのお坊ちゃんがやってたんですね。浴衣を着て、粋な感じで、キザな感じでやっていたんですね。で、獅子舞は、いわゆる曲芸というんでしょうかね。大神楽、皿回しとかね。そういう中の一つとして大道芸で、今で言うとストリートライブですけれども、そこで獅子舞をやっていて、またその方たちは、大神楽師というんでしょうかね。また違う人たちなんですね。で、これ神楽をやっていて、忍笛が同じ楽器を使ったりするので、祭り囃子の方もサービスで神社でやるようになっていったり、
それから、この祭り林と獅子舞っていうのはまた同じような曲を使ったりするので、じゃあ獅子舞もやりますかというようなことで、この神楽市が、祭り林とか獅子舞をやるようになったので、見てる人とするとですね、なんていうんですか、全部神楽に思えちゃうっていうんでしょうかね。それはちょっと紛らわしいところですけど、本来は、全く違う芸能で、祭り林は、舞とかないんですよ。ストーリーもないです。器楽曲ですね。で、獅子舞は当然獅子が舞っている時の音楽で、これストーリーというものはないですけど、神楽の場合は、古事記日本書紀の神話が台本になっておりますので、一つ演劇というふうに、思っていただいていいかなと思いますね。はい。皆さんがご存知のはこういう表だと思うんですね。ちょっと謎なんですね。誰にも証明はできないんですけど、これは一般的なですね、神楽の表です。面を表ってね、面って書いて表って呼んだりしますけど、なんて言いましょうか、こう顔が全部繋がっている。ですね。こういう普通に、皆さんがご存知のはこういう表だと思うんですね。それに対して、少しそれよりも古い時代のものになりますと、このように、顎が、切り顎になっておりまして、中で、セリフというか歌いを歌うときにここが動いたりするんですね。よりリアルになっています。で、さらに、はるか昔に遡る、太古の時代に遡りますと、このようにですね、顎があらわになってるんですね。全部隠しているわけじゃなくてですね、これは縄文時代に、使われていた、土面ですね。土の面ですね。はい。それを再現したものですね。国宝になっているものを、再現しました。この花曲がり土面って言うんですけれども、このように、最初はよりリアルな形、でやられていたんですね。で、これが果たして神楽であったのかっていうのはちょっと謎なんですね。誰にも証明はできないんですけど、ただ仮面劇というか仮面の何かがあったということですよね。例えば、神事の時に、神事というかなんですかね、お祭りというのか、感謝を、何か偉大なものに感謝をするとか、あるいは恐れっていうんですかね、例えば疫病とか災害とか、そういったものから助けてくださいとか、そういうすがる思いでやっていた何か非常に神聖なものの中の一つのアイテムとして使われていたものであろうと。でそうしますとね、形とすると、神楽と非常に位置づけが似ているというので、これも神楽の表の元祖というんでしょうかね。そういうふうに私は思えて、この再現をして、これで実際舞台で使ったこともございます。はい。そんな感じですね。はい。はい、こちらね、能面になんか似てる感じがあるんですけど、はい。能面とのまた違いというのはそうですね。はい。能面と全く同じものもございます。例えばこちらは能面でもありますね。ただ、神楽にしかないキャラクターがありますので、例えば、ヤマタノオロチとかですね、スサノオノミコトとか、キツネとか、キツネね、狂言とかでもありますけど、全然、スタイルが違うんですよね。なんか、割とおとぎ話で出てくるような、ちょっと可愛らしいとか、親しみのあるような造形をしているのが、神楽面かなと思いますね。はい。はい。表具についてでございますけども、はい。コスチュームですよね。はい。どういった種類があるんですけど。そうですね。このね、上着は、この仮絹ですね。お公家さんがよくね、着られているね、ここに紐が通っていてね、そういうものからハッピーというね、ハッピー、こういうね、袖が広くてですね、仮絹も広いですけどね、
それから袴はね、大口袴って言いましてね、御座が入っていて、こう幅が広いものであったりとか、それから差し抜きというので、昔で言うボンタンみたいなね、フリオズボンのこう、バーっとしたような、そういうようなものも使ったりしまして、その中に日本の文様とか、色使いがいろいろ使われていて、その装束のこう日本のデザインというね、切り口だけで見ても非常に楽しめるものかなと思うんですね。はい。近代神楽と言われてるんですけども、この和製パントマイムというので、YouTube をね、拝見させていただいたんですけども、土蜘蛛というね、能にもある演目がやっていたんですけども、能の、土蜘蛛と何が違うんでしょうか？はい。明治のね、初期ぐらいに、神楽の方に取り入れられたというもので、近代神楽と言われてるんですけども、神楽の場合は基本的に無音劇なんですね。セリフを言いません。お能の場合はね、たくさんこう自由体とか、ずっといろんなこう言語がね、流れていますけれども、神楽はないんですよね。ですので、その演劇としてのこう作りが非常にこう完全懲悪というんでしょうかね、わかりやすくなってるんですね。あまり複雑にはなっておりませんので、その中で、この先ほどの大拍子、大太鼓、笛の三拍子で、風景描写とか、それから心理描写をして、そして、体ではこの和製パントマイムというので、例えば、私の言うことを聞いて承知するかとか、あるいはこの土蜘蛛のこう塚がありまして、ここをバーってこう叩けっていうか、行けとか、そういうようなことをして、ストーリーを展開していくと。はい。ですね。喋りがないから動きで見せるというわけですね。そうですね。はい。はい。こちらは、来たる10月24日に、やるそうでございますけども、どういった演目があるんでしょうか？はい。その陰陽師の技術とですね、神楽を融合、華道と神楽のコラボ。そのヤマタノオロチョスサノオノミコトがぶった切ると。3つ演目がございまして、まず、このね、ちょうどね、コロナの時代ですので、我が家がもともと陰陽師の家系でもありましたので、その陰陽師の技術とですね、神楽を融合させた、陰陽火の神。その火の神っていうのは、鬼滅の刃でね、火の神神楽っていうのが出てきますけれども、その火の神神楽っていうのは非常に面白いなと思いまして、その要素を少し取り入れてやってみようという、意欲的な創作の神楽ですね。そして2番目が咲きわう花神楽というので、華道家の先生にお越しいただいてですね、その、お祓いの清めの立花をしていただきます。で、その立花が、一種の神様の一つのよりしろになりまして、それに向かってですね、清めの舞を華道家の先生にしていただくと。はい。で、ちょっとメルヘンチックな感じの神楽ですね。これも、なんていうんでしょうかね。創作の神楽といえば創作ですけれども、コラボレーションですね。要するにね、華道と神楽のコラボっていう感じですね。で、3つ目が、有名な、オロチ退治の、古典の里神楽をいたしますが、新しい解釈を加えておりまして、通常はですね、そのヤマタノオロチョスサノオノミコトがぶった切ると、それでおしまいなんですが、これがですね、スサノオの内にあるよこしまな心とか、弱い心が投影されて、ヤマタノオロチというものが、出来上がっていて、そのヤマタノオロチを退治した時にスサノオノミコトは自らのこの弱き、よこしまな自分を乗り越えていくっていうような、そういう新しい解釈を加えた結末になっているオロチ退治で、まさにですね、このコロナのこの時代、自らの
まあ、この今の世界のあり方とかね、の中で、そういうコロナというものが生み出されていったのではないのか。こうなんか、外から来る被害っていうかね、そういうふうな解釈ではなくて、自らを乗り越えていくというようなね、そういうようなメッセージも込められた解釈にしている、このオロチ大樹でございます。創作から古典まで楽しめるということで。はい。そしてね、こちら主催公演ということでございますけれども、普段はどういった活動をしていらっしゃるんでしょうか？そうですね。神社でね、お祭りで、呼んでいただいて、神楽の奉納するというのが、江戸時代から一番こう続いてきた形です。今はですね、稽古場で、まあ当然お稽古をするわけですけれども、まあ毎週お稽古をここで、しております。もう老若男女、ピンからキリまでというんですかね。様々な方がね、お越しになって、より豊かな人生を実現されていると。志で立てる、私立日本岡倉総合大学ということを去年から始めまして、私はまあ学長ということでね、まあ1年で、その人たちを舞台に上げるというような企画をちょっとというかね、今月舞台を、その1年後の舞台を終えたばかりなんですけれども、そういうこともやっております。中にはですね、国際弁護士の方とかもね、いて、まあ、非常に見事な舞台、をされましたね。まあ、そうやってご自分の舞台じゃないですね、お仕事とですね、この神楽っていうのがものすごく離れているようですけども、この国際弁護士のようなね、方、世界に日本を広めるような方に、さらにこう、日本というものを背負ってもらってですね、神楽を掛け算にしてもらって、唯一無二のこう存在になっていただけるようなね、そういう手助けができればなと思いまして、そんな、岡倉大学というのもやっております。非常に範囲が広いんですけれども、こう、神ってることがね、好きな方とかでね。どういったお稽古をしているんでしょうか？そうですね。このね、表紙板とこの、張り扇っていうんですけど、ここで表紙を取りながらですね、まあ、向かい合いの、まあ、笛を吹く人だけじゃなくてね、まあ、太鼓を教えたりとか、歌いを教えたり、あと、舞を教えたりもします。まあ、非常に範囲が広いんですけれども、毎週ですね、お稽古しております。平日は夜が多くて、まあ、土日はその舞台がね、ない時の、まあ、だいたい午前中にですね、するんですけれども、まあ、非常にこう、神ってることがね、好きな方とかでね、また音楽が好きな方とか、またね、なんていうんですかね、まあ、この神社とかそういった雰囲気が好きな方、そういった方が割と多いです。はい。ズームでもお稽古されているそうでございまして、外出に自粛の影響を受けてもお稽古ができるということで。厳重にですね、コロナ対策を打って、その環境の中でですね、お稽古していただいております。地域が遠い方とか、往復するほどの時間がその時は取れないとかね、そういった時でもオンラインでお稽古するとか、まあそのリアルとオンラインを併用してですね、やっております。で、これね、割とですね、こう、笛の、こう、オンラインの稽古っていうのは、リアルでやるのよりもですね、集中力が増すというんでしょうかね。もう画面にそこしかいないので、お互いなんかそういうような感覚があって、よくね、音がずれたりするっていうのはありますけど、それ、打楽器は確かにそれあるんですけど、笛はほとんどなくてですね、びっくりするほど、リアルに近い形でできる。で、リアルにはない利点もあったりとかですね。まあ、非常にありがたい、文明の利器なのかなと思っております。はい。はい。オンラインサロンもされているそうでございまして、こちらの方はどんな感じでしょうか？はい、そうですね。オンラインサロンもだいたい1年ぐらいも経つんですけれどもね。まあ、個人的に私に興味があるという方もね、
入っていただいて、4、50人入っていただいてるんですけど、有料のオンラインサロンですけれども、タイトルが縄文大家族っていうようなサロンなんですね。このオンラインの時代、そして令和の時代にですね、この縄文式の非常になんですか、共存共生、そしてこれオンラインですので、地域を問わずね、助け合える、それと学び合える、高め合える、そんなサロンを作りたいと思って1年経って、その途上ではあるんですけれどもね、メンバーそのものがね、ブランドというんでしょうかね、素敵な方たちが集っているサロンを運営させていただいております。はい。私もですね、神楽というのを見たことはあったんですけども、神楽について今日はですね、かなり理解が深まりました。石山博正さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。日本文化の魅力を伝え、普及発展につなげていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。概要欄のチェック、コメントの方もよろしくお願いします。